週刊アイドルで自分のイケメンな瞬間について質問されたネクスジ。ともやの返答がびっくり仰天すぎた。これは妄想せずにいられるか。デビューしてからというものの、毎週のように歌番組やバラエティに出演し、大忙しのネクスジ。今回は韓国で放送しているバラエティ番組週刊アイドルに出演したんですが、それが最高に面白すぎたんです。いつも歌やダンスでかっこいい姿を見せるネクスジですが、韓国のバラエティ番組なんて大丈夫と心配だったネクスティも多いはずですが、そんな心配はご無用。グループの仲の良さやバラエティもいけるぞというネクスジをしっかりアピールしていました。これもデビュー準備プラスクラブネクスジのおかげ。番組の中では様々な企画があったのですが、今回は質問コーナーについて深掘りしていこうと思います。週刊アイドルは出演したアイドルたちが自己紹介や特技披露、ゲームをしたりと、歌番組で見る姿とはまた違った一面を見せてくれる超人気番組。週刊アイドルの MC であるタレントのブームとゴールデンチャイルドのジャンジュンとのテンポのいいトークもめっちゃ面白いんです。MC がいろいろな質問を出演者にするコーナーで、僕がイケメンだと思う瞬間はという質問に順番に答えていくネクスジ。いやいや、みんなどの瞬間もイケメンだってと突っ込みたいところなんですが、これって自分で自分のかっこいいところを言うのが面白い。 MC からもかなりいじってもらえていて爆笑必至。それぞれのメンバーのコメントを紹介します。ソゴンのイケメンだと思う瞬間はジャケット撮影をするとき。この時ソゴンがジャケットを羽織る素振りをしていったものだから、しっかり MC の2人に突っ込まれていましたね。ありがとうツッコミ。いじってもっといじって。実際に撮影をイメージしてポーズをとってもらうものの、ぎこちないソゴンが可愛い。後ろから覗き込むメンバーが可愛い。ポケットに手を入れるポーズしかできず苦笑い。だけどね、皆さんご存知の通り、ソゴンのポテンシャルは半端ないんです。クラブネクスジのポスター撮影でシャワーヘッドと撮影することになったソゴンのポージング、思い出してください。ソゴン撮影かっこよかったよ。冷たくなかった。ソゴンの性格と美女と歌声が好きすぎる。かっこよすぎるでしょ。もう無理。この撮影の写真全部欲しいよ。ソゴンが撮影をする時の自分がイケメンというのもめっちゃわかる。これってソゴン。いつもふざけているソゴンって疑っちゃうくらい表現するのがすごい。はい、イケメン。続いてセイタのイケメンだと思う瞬間は撮影をする時。ソゴンと同じ感じですが、セイタはキッズモデル出身なので納得です。棒立ちだったソゴンとの作用。ソゴンはムードメーカー、セイタは癒し系天使なキャラなのに、どちらも撮影になるとイメージが激変するところが魅力ですね。セクシーな表情に眼福。セイタくんって男でもあり乙女でもあり天使でもあり聖母でもあり王子でもありモデルでもあり彫刻でもありバブみもあるから沼なんだ。ヒュイのイケメンだと思う瞬間は笑うとき。ネクスティからもヒュイの笑顔は世界一という声が多数。さすが小森プロ。テロップで歯茎満開って言われちゃってる。この歯茎が最高なのよ。一瞬で人を魅了するアイドル小森夕日。私はこの笑顔に毎日やられてます。こんな最高の笑顔ある。全世界に愛される笑顔じゃん。そんないつも笑顔で溢れるヒュイが真顔になる瞬間はジェットコースターに乗るとき。クラブネクスジで遊園地に行ったときはめっちゃビビっておりました。絶叫系が苦手なところも良い。守ってあげたい。勇気のイケメンだと思う瞬間は愛嬌を振りまくとき。これはむしろ可愛い瞬間なのかもしれないですが、かっこよくもあり可愛くもあるのが勇気の魅力。週刊アイドルのゆうきくんの愛嬌だけ集めたよ。今日も日本にネクスジがいる。週刊アイドルのゆうきくんの愛嬌可愛かった。ゆうきは可愛いからかっこいいに変わる成長過程を見せてくれるので、母性本能をくすぐるキャラ。今日は可愛いのに明日はかっこいい。数年後が楽しみになる。ゆうのイケメンだと思う瞬間は寝るとき。顔面国宝は寝るときの顔面もイケメンなのか。やっぱりイケメンは寝顔までもイケメンだった。イケメンはどこまでもイケメンなご様子。だけど実際に寝るときはゆうは大の字で寝ているようです。しかもゆうとはるは一緒に寝ているんだとか。なんだそのびっくり情報は。今日一の衝撃なんですけど、ゆうはるは一つのベッドかお布団に一緒に寝てるって解釈で合ってますか？
ユーハルはネクスティも公認のもはや夫婦同然ケミですが、まさかユウの寝顔まで拝んでいるとは。ハルが羨ましすぎる。そしてハルのイケメンだと思う瞬間は服を選ぶとき、おしゃれなハルらしいよ。ネクスジのファッションリーダー。私服も衣装もどれをとってもかっこいいハル。ハル姉&ハル母もファッションサイトを運営しているようですが、ご家族みんなセンス良さそうなんだよな。イケ散らかしすぎ。ネクスジのファッションリーダーは君だよ。そして我らがリーダー、トモヤのイケメンだと思う瞬間はシャワーをするとき、かなりギリギリを攻めてくるリーダートモヤ。さすがです。シャワーってお風呂で、服を脱いで、全ネクスティの妄想が止まらない。ボディウォッシュを泡立て、なぜかそれで頭と体を洗うトモヤ。イケメン代表と見やすもトモヤのシャワーシーンの再現につい目を覆ってしまう。キャーセクシー。これを見ていた視聴者全員が妄想したことでしょう。シャワーをするトモヤを。そりゃ、イケメンだわ。でもそれ自分で言っちゃう。でもそんなちょっぴりナルシストなところもトモヤらしい。最近はこんな自己陶酔タイプのトモヤに感化されたのか、ユウも自分で自分をかっこいいという時が増えたような気がしますが、それにしても、トモヤは俺ってかっこいいを貫いているところが面白い。トモヤが自分のことイケメンだと思う瞬間、シャワーしてる時鏡を見ながら歯磨きしてイケメンって思うトモヤかわいい。ボディウォッシュで頭洗うんってトミヤスと春笑い合ってる。何言ってるのかよくわからんけどもや様がシャワーシーン披露し始めたって解釈でいいんですかね。では実際にクラブネクスジのポスター撮影でシャワーを持ちながらポーズを決めるトモヤを見て一緒に妄想しましょう。ものすごい破壊力。シャワーヘッドを持ってイケメンっぷり発揮できる人ってすごくないですか。自己陶酔してもいい。だって本当にかっこいいんだから。それにしても他のメンバーが比較的まともな返しをしていく中、リーダーともやだけがちょっと違った角度から質問に答えるところがバラエティ分かってるって感じ。ネクスティがキャーって盛り上がることを分かってる。こちらもまんまと盛り上がっちゃいました。これから夏になり、ネクスジのイケメンっぷりを日本でたくさん見ることができます。特に大注目なのが、初めて日本で行われるショーケース。ネクスジショーケース2024ライドサバイブの開催を記念して、オフィシャルグッズの販売が開始しています。やばーい散財。この夏はイケメンネクスジをこの目でたくさん見ちゃいましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。